こんにちは、ゆきなです。私は日本語を海外の人に教える仕事をしているんですが、その方たちの勉強になればいいなと思いまして、このポッドキャストを始めることにしました。記念すべき第1回目に何を話そうかなと思ったんですが、授業をしていてある程度話せる方から聞かれるのは、ネイティブに近づくにはどうしたらいいですかっていう質問なんですね。語学の学習って、どの言語でもそうですけど、終わりがなくてどれだけやってもネイティブなのかと言われたら、絶対にそうではないよねって答えになるかなと思うんです。でも近づくっていうふうに考えると、一番手っ取り早い方法、簡単な方法は相づちだなと思います。この相づちっていうと、このうんうん、へえ、なるほど、確かにとか、日本人は相づちが多いんですね。もちろん韓国とか他の特にアジア圏の方とかも、相づちされるとは思うんですけれども、特に日本人は多いかなと思います。私昔アメリカに留学していた時に、一緒に暮らしていたフランス人の女の子と話していて、突然その子が笑い出して、あなたって本当にリアクション大きいよねって言われたんですよ。で、リアクションって私は思ったわけなんですけど、私はこの相づちをリアクションとは思ってなくて、リアクションってなんかオーマイガーみたいな、どちらかというとそれこそ欧米人の方がするイメージありません？だからびっくりしたんですけど、彼女曰く語学学校もその彼女は一緒だったんですけど、学校のどこへ行ってもへーとかが聞こえたら、あ、私がいるなって、この私がどこにいるか分かるっていうんですね。それから彼女が私のモノマネをするときは、へーうんうんをずっとやってましたね。いじられてますけどね、これは。なのでこの相づちはリアクションではなくて、話を聞いていますよっていう合図だと私は思っていて、心配されるのは、じゃあ話の内容が分かっていないのに相槌しても大丈夫ですかってことだと思うんですけど、分かってなくてもいいんですよ。外国語を話すときに100%完璧に内容を理解する必要はなくて、20%でもいいし、何が大切って会話することが楽しいとお互いが思うことが大切であって、もっと分かりたいって思う時にそのために勉強するだろうし、話している方も聞いてくれて嬉しいと思えれば、言語の壁があってももっと話したいと思うだろうし、なのでこの相づちシリーズですね、うんうんへいへいとかいろいろあると思うんですけれども、例えばなるほどとか確かにとか、このフレーズを言うのはちょっと難しいなって感じたら、うんうんへえだけでもいいと思います。これは普通の会話、日常会話でもビジネスの中でもすごく重要なものになってくるので、ワンランク上の、日本語会話レベルアップを目指すなら、相づち上手を目指してみてください。はい。では今日はこの辺にしておきます。また何か知りたいこととか、このことについて話してほしいということがあれば、コメント欄に記入いただけたらいいなと思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ。